これがうまくいけば、もう究極のプチレーザーが完成です。はいどうも、ビバです。先日から当チャンネルでしつこく紹介しているこちらの超小型のスクレーパー。これはカッターで有名なオルファの刃と100均のステンレスストローで自作した商品なんですけど、超小型スクレーパー、極小スクレーパー、ちょっと言いづらいのでプチレーザーという呼び方で最近呼んでいます。このプチレーザーなんですけど、小型水槽のガラス面のこけ落とし、見ての通りサイズがとってもちっちゃいので、狭いところのガラス面のこけ落としも簡単にできちゃいます。従来のスクレーパーは4センチちょっとあるので、広い面の掃除には最適なんですけど、どうしてもその構造上入り込めないところがあります。例えば流木の入り組んだところや、石とガラス面の隙間とか、大きめの水槽でもそういったところはあると思うので、このプチレーザー結構役に立つと思います。作り方や詳細は別の動画で紹介してますので、よかったら下の概要欄からチェックしてみてください。このプチレーザーなんですけど、100均で売ってるステンレスストローを使っています。当然ストローなので長さがこのくらいしかないんですよね。ストロー部分の長さだけで言うと 21.5 センチ。なので小型水槽にはいいんですけど、ちょっと大きめの30キューブ水槽とかだとどうしても使う際に手が水の中に入ってしまいます。そこでこれを延長する方法ないかなって探っていたら、前回の動画で素晴らしい情報をいただきました。なんと100均で伸縮性のストローみたいのが売ってるよとコメントをいただきまして、それがこちら、ファイヤーブロワー。これはセリアで買ったんですけど、 BBQ の焚き火の火起こしにファイヤーブロワー、ステンレス皮膚規模40センチ。40センチには見えないですけど、この絵の通り伸縮性なんですよね。これを使えばちょっと大きめの水槽にも使えるんじゃないかと情報をいただきまして、今回早速これでこのプチレーザーの伸縮版を作ってみたいと思います。これがうまくいけばもう究極のプチレーザーが完成です。この商品をお店で見た時にちょっと心配だったのが、こんな感じで伸ばすんですけど、この伸ばした状態がどのくらいがっちりしてるかが心配でした。ちょっと触ったぐらいでこう伸縮しちゃうんだったらスクレーパーとして使えないんですよね。どうしてもこう削ってる時に長さがヘコヘコしちゃったら全然使い物になりません。当然お店では袋に入ってるので中はいじれなかったので、買ってみるしかなかったんですね。で、買ってみたところ、これがですね、結構がっちりと固定されてるんですよ。こんな感じで3段に伸縮するんですけど、これが結構力入れないと伸ばせないぐらいがっちりしてます。これだけがっちりしてたらスクレーパーとして使っても全く問題ありません。これは期待が高まる。あとはこの先端にこちらの刃がちゃんと装着できるかですね。では先端加工していきます。正直失敗しても100円なので、そこまでお財布には痛くないんですよね。そのあたりが100均で作るツールのいいところですね。失敗しても怖くない。じゃあ、よいしょ。もう一丁。もう一丁。よいしょ。このぐらい？あ、まだだ。全然だ。ここら辺か。これで先端がこちらのプチレーザーと同じ形になりました。とりあえずこれで入るかな？お、入るね。バッチリですね。あ、でもちょっとカチャカチャするっていうことは、このストロー若干太いのか、見た感じそんなに太さは変わんないかなと思ったんですけど、ちょっと太さを測ってみようか。まずこの前作ったプチレーザーの直径は 5.7、5.7、5.6 で、こちらの伸縮性ファイヤーブロワー、これの1段目がちょっと太いんだ。5.9。ちなみに2段目は 6.8。3段目が 7.8。ちょっとだけ太いんですね。4ミリ、3ミリ、3ミリ、4ミリ太いんですね。なのでステンレスストローだとかなりジャストサイズで装着してたんですけど、ファイアーブロワーだと若干隙間ができちゃう感じ。でもこれはちゃんと作れば問題ないかもしれない。前と同じくこの先端をちょっと反らせます。こんな感じ、イメージ。OK。これでどうだ？ちょっと待ってよ。ちょっと抜けやすいな。もうちょっと。これで結構曲げましたね。かなりがっちりしましたね。で、抜けも、よいしょ。さすがにここまで曲げれば
がっちりと固定されました。当然抜け落ちない。これちょっと使えるんじゃない？これ今作った伸縮性のプチレーザー。こちら今までのプチレーザー、刃はついてない状態です。これでも伸縮性の方が短いですね。そしてこれを伸ばすと、お、すごいすごいすごい。めっちゃ長いぞ。これだけ長ければ60規格水槽の底の方まで届きますね。ちなみに身長時全長約40センチなので、最大に伸ばした状態だと一般的なスクレーパーとほぼ同じぐらいの長さまで伸ばすことができます。実際にちょっと使ってみましょうか。これ今60規格水槽の端っこに排水パイプとかがあってとても狭いんですけど、このプチレーザーで角の方まで届くかどうかやってみましょう。ちなみにこの水槽も結構苔がひどいです。お前の水槽は苔ばっかだなって言われそうなんですけど、すごいすごい。これはめっちゃ届くよ。めっちゃ届くよ。取れるかな、苔。これはね、めっちゃ届く。めっちゃ届くんだけど、どうしても刃の幅が狭いので、ちょっとね、安定しないですね。この伸縮部分とか、刃を差し込んだ部分はがっちり固定されているので、本当に一本の棒のように使えるんですけど、どうしてもこの刃の幅がないので、ガラス面に対して、ちょっとこう、フラフラしちゃうんですよね。当然これ面でつかないと苔を落とせないので、ちょっとそのあたりは使いづらいかな。この調節が難しい。今これ水槽を横から見た状態です。これがこの給水パイプのストレーナーの隙間、こんなとこ絶対に普通のスクレーパーじゃ届かないんですけど、ここまで入り込めちゃう。これ結構重宝する人多いんじゃないですかね。給水パイプの隙間ってどうしてもスクレーパー入らないので、こんな感じで給水パイプを外して動かさなくても汚れを落とせる。この長さいいですね。ただやっぱちょっと左右にこうずれちゃうので、そのあたり扱いが難しいですね。でもね、ちゃんと落ちてますよね。どんだけ苔ついてんだって話ですけど、ほら、どんどん映像がクリアになっていくでしょう。しっかりと苔を落とせてますね。いやー、これぶっちゃけかなり使えるアイテムになりました。前に作ったやつも小型水槽にはとても良かったんですけど、やっぱりさっきみたいな60センチ水槽とか30センチ水槽だと若干ね届かないところがあったので、そのあたりは悩ましかったんですけど、この40センチくらいの長さがあるプチレーザー、これはかなり使い勝手がいいですね。当然この長さのままだと小型水槽で使いづらいので、小型水槽で使うときは短くして使う。わずかにこっちよりも太くなっちゃうんですけど、これは逆に持ちやすくなったので、これもメリットかもしれません。いいとこずくめじゃないか。もう完全に進化しましたね。いや、これは素晴らしいアイテムを教えていただきました。ありがとうございます。みんなもこれ作りましょう。このファイヤーブロワーは今回セリアで購入したんですけど、アウトドアキャンプコーナーで購入しました。皆さんもぜひこれ作ってみませんか？めちゃめちゃ便利。しかもめっちゃ安い。今最も熱い自作ツールかもしれない。はい。というわけで今回は小型水槽にも使えるプチレーザー、こちらを伸縮するプチレーザーにバージョンアップしたという動画でした。いや、もうめっちゃ便利。めっちゃ便利。こちらのステンレスストローを使ったやつは、ストロー2本で110円と、オルファのカッターの刃、これ10枚で230円ぐらいなので、1枚あたり23円。なので、旧型プチレーザーは1本あたり78円だったんですけど、こちらの伸縮性スクレーパーは133円。いやでもこっちの方がね、絶対使いやすいです。これおすすめですね。いやもうほら、なんか所有欲も湧いてくる。それはちょっと入れ込みすぎかもしれないけど、これめっちゃ便利だわ。ちなみに前回前々回の動画でこっちの一般的なスクレーパーとの違いとか、この刃の部分のメンテナンス取り扱い方法とかも紹介しているので、ぜひ合わせてご覧ください。これね、ちゃんと水気取っておかないとすぐダメになっちゃうかもしれない。というわけで今回はプチレーザー伸縮版究極のプチレーザーご紹介でした。簡単に作れるので皆さんぜひチャレンジしてみてください。それでは今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。いや、いいわ。これほんといい。